黄昏に費用が2ブレンの弓やリンクとホライズン好きなのよねもっとリンクとホライズンの曲を知りたいわん。ほら。サウンドホライズンって何なのかしら？見つけてしまったかレイム。マリサ。サウンドホライズンの沼はなかなかに深いのぜ。そこで、レイムが嫌でなければ私がサウンドホライズンへの水先案内人になりたいんだぜ。よろしく頼むわ。緊張なんてしなくていいのぜ。脅してしまったようで申し訳ないな。でもマリサ、サウンドホライズンってなんだか敷居が高いイメージがあるのよ。そうなのか。実際は気軽に聴いても十分楽しめる工夫が幾重にも凝らされているぜ。そんなこと言って、歌詞が超難解だったり、あと、タンスとか売られてたりするんでしょ？それは、一部の情報が一人歩きしてしまってるというか。まずは、リンクとホライズン通称リンホラと、サウンドホライズン通称サンホラの違いについて、簡単に説明していくぜ。サンホラ入門、お願いするわ。リンホラとサンホラの違いって一言で言うとどうなるの？一言で言うならば歌っている、または奏でている題材だな。題材が既存作品ならリンホラ、オリジナル作品ならサンホラだ。ちょっとわかりにくいわ。安心してくれ、一つずつ解説するぜ。既存作品とは、リンホラが歌う前からも存在している作品のことを言うぜ。例えば、レイムの大好きな進撃の巨人がまさにそれに当たるぜ。アニメ化される前から、リンホラがオープニングを歌う前から、伊佐山先生は進撃を連載してるものね。そういうことだぜ。他作品とのコラボ名義、それがリンホラだ。逆に、サンホラがオリジナルなのがサンホラ？あれ？私、おかしなこと言ってるかしら？いや、その通りだ。レゴさんの一次創作物語を歌い奏でてるのがサンホラだ。音楽そのものが原作なんだぜ。リンホラは既存作品コラボ名義、サンホラはオリジナル作品名義。なるほど、わかったわ。飲み込みが早くて助かるぜ。さて、ここまででいい人は動画を止めてしまって大丈夫なんだぜ。リンホラとサンホラの簡単な違いは分かったものね。ここからはリンホラ、サンホラのより細かい情報を解説していくんだぜ。お願いするわ。サンホラの特色の一つに、アルバム一つが一つの世界観を描いている点が挙げられるな。アルバム世界は地平線とも呼ばれるぜ。例えば第5の地平線は中世フランスが舞台、第7の地平線はグリム童話がテーマ、というように、ストーリーや情景を音で描く、物語音楽なのが特徴だ。物語音楽って、考察とか難しそう。でもなんだかおしゃれなナンバリングの仕方ね。現在は約8。いや、9つほどの地平線がリリースされているがそれ以外にも、少しボリュームを抑えた位置づけであるマキシシングル版もある。ということは、シングル版が初心者向けなのかしら？いや、それは完全にその人の好みによるな。動画の後半で全地平線の紹介と考察って怖くないよ、ってお話をするから。気になる曲から気軽に聴いてくれたら嬉しいぜ。少しサンホラの話をしたところで、次はリンホラの解説に戻ろうか。レイムはリンクとホライズンのその名の由来を知っているか？考えたことないかも。リンクって、繋ぐものって意味よね？その通り、リンクとホライズンには外の世界に繋がっていく、リンクしていくというメッセージが込められている。コラボ名義なリンホラにぴったりね。繋がる鎖という意味もあり、チェーンはリンホラのモチーフになっているぜ。ほんとだ、かっこいいわね。グレンの弓やオープニング映像冒頭に鎖のアニメーションがあったのは嬉しかったのぜ。あれ、そういう意味だったの。ただのかっこいい鎖アニメーションかと。まあ、多分だけどな。多分でいいの？多分であっても、自由を求めるエレンと、反対に奴隷の象徴でもある鎖が、リンホラの名の下でリンクしているのを見てグレンの弓やオープニングって改めて最高だぜ。と私は思ったぜ。なるほど、いろんな見方があるわよね。ああ、解釈は自由なのぜ。ところで、リンクとホライズンのデビューは進撃の主題歌ではないのは知ってたか？そう、そこ気になってたのよね。スクエアエニックスの超名作 RPG ゲーム、ブレイブリーデフォルト、フライングフェアリーがデビューなんだぜ。リンホラの初楽曲はゲーム音楽ってこと？ああ、正しくは、ゲーム BGM ハレボさん名義で、ボーカルアレンジやエンディング曲をリンホラが担当したな。あれ？マリサ、私混乱してきたわ。リンホラ、サンホラ、レボさんはそれぞれ別々なの？いいところに気づいてくれたぜ。次は先ほどから当たり前にように話してしまっていたが、レボさんについてだ。リンホラとサンホラの、リーダー的なことはわかるんだけど。ああ、合ってるぞ。レボさんとは、1999年頃からネット上で音楽活動を始め、2001年にコミケでサンホラ CD を頒布。
2004年にサンホラでメジャーデビュー、2012年にリンホラを発足する。そんなリンホラとサンホラの主催を務めており、サウンドクリエイターであり、音楽プロデューサーであり、歌手である日本人男性だぜ。肩書きが多いわ。コミケ出身だったの。漆黒の衣服に身を包み、手には指輪をはめた希代のミュージシャンなのぜ。さて、レボさんはリンホラサンホラ双方の主催を務めている。これは、両グループの正式メンバーはレボ一人であることを示しているんだ。どういうことよ？楽曲やプロジェクトによって、歌手や奏者はその都度編成するシステムになっているんだぜ。自分含め、その時集まった人たちを都度まとめてリンホラです、サンホラだよ、ということでいい？合ってるのぜ。ところでそのレボさん本人は謎多きって感じなのかしら？実態はそうでもないぞ。でもなんか、物静かで怖そうなんだけど、大きなサングラスがミステリアスなのよね。確かに実生活のほとんどが謎に包まれて入るんだが、ファンからは、穏やかでありながら、お茶目で超気さくなグラさんのお兄さんって印象だと思うぜ。本当に？あとめっちゃオタクだぜ。どういうことなの？その人柄はインタビュー映像やコンサート映像の感想タイムなんかを見るとよくわかるのぜ。MC なんか大体超悠々の雰囲気なんだが、最近の映像作品ではカットされちゃってるからな。それはどうして？優しいキャラが広まった方が絶対好感度も上がりそうなものなのに。MC 以外、つまり作品本編と混同したくないんだろうな。そこはご本人のこだわりなんだと思うぜ。こだわりなら仕方ないわね。ねえ、レボさんがめっちゃオタクなのが気になるんだけど何かエピソードとかないのかしら？それは枚挙にいとまがないが。例えば、彼のウェブ音楽活動の始まりはファイナルファンタジーやロマンシングサガの BGM アレンジだ。戦術した、ブレイブリーデフォルト、フライングフェアリーのオファーをもらった際にもゲーム BGM へのこだわり、RPG あるあるなどを喜んで話していたり。あと実は、別冊マガジン、進撃の巨人掲載誌の創刊第1号からの読者だったりもするぞ。オファーを受ける前から進撃を読んでたのね。進撃の奇跡コンサート中にも最新号を読んできて、MC に取り入れたりもしていたな。IR アーティストさんのタイアップって、やっぱり嬉しくなっちゃうわね。レボさんの話まで聞いてくれてありがとうなんだぜ。それでは最後にそんな彼の本領が発揮される、サンホラの名盤たちを紹介させてもらうとするぜ。待ってたわ。ねえ、アルバムとシングル、合わせていくつくらいあるの？同人時代のものも含めば、シングルが7枚、アルバムは第1の地平線が2枚と、第27の地平線と、第9の地平線と、最新作として第 7.5 もしくは 8.5 の地平線がある。なんて？さらにもろもろ合わせて18枚だな。待って、どうして地平線がダブってたり、小数点が入ってたりするのよ。そしてすまないが、ダブった3つの第1と第2と第3と、その合間にリリースされたシングルの計6枚は、同人時代の CD で正規視聴の手段がないため、まず省かせてもらうぜ。それでもまだ小数点の謎が残ってるわよ。よし、それも含めて。デビューアルバムエリシオン、楽園への前奏曲。フォースストーリー CD エリシオン、楽園幻想物語組曲。マキシシングル、少年は剣を。フィフスストーリー CD、ロマン。ストーリーマキシ、聖戦のイベリア。シックススストーリー CD、ミラ。プロローグマキシ、井戸へ至る森へ至る井戸。セブンスストーリー CD、メルヘン。ストーリーマキシ、ハロウィンと夜の物語。アニバーサリーマキシ、バニシングスターライト。ナインスストーリー CD、ナイン。セブンスポイントフィフス、オア、8ポイントフィフスストーリー BDM に願いをプロローグエディション。各作品を超簡単に説明していくんだぜ。もうちょっとちゃんとした単独サンホラ解説は、もしリクエストが多かったら作ろうかななんだぜ。さらっと説明でも魅力が伝わるよう、頑張ってちょうだい。メジャーデビュー一発目、エリシオン楽園への前奏曲。同人時代の超名曲オムニバスプラス次のアルバムの視聴曲といった構成だぜ。超名曲オムニバスなら、おすすめアルバムはこれで決まり？ああ、手軽さにおいてはかなりいい線を言ってるんだが、一つだけ難点がある。難点？この CD、発売が2004年なんだよな。思ったよりも古。レボさんのこの20年間の音楽技巧の成長を聞かずして、これだけを進めるのはちともったいなく感じるので。同人打ち込み時代と今とじゃ、音も違うものね。それでも色褪せないメロディーがそこにあるから迷うのぜ。詩人が光を失うまで、雷神の民の恋物語、戦火の後の雨、犯罪心理学者の独白。気になるものがあったらぜひ聞いてみてほしいのぜ。フォースストーリー CD エリシオン、楽園幻想物語組曲は、楽園と奈落、表裏一体の愛憎劇を書いているぜ。
あら、カラフルで可愛い女の子たち。これが裏面だぜ。じゃあ、怖い。愛憎劇って言っただろ。ジャケット中央の親子と、5人の少女たちの曲が交互に絡み合って展開するのぜ。真ん中の子はエルちゃんっていうのね。一体どんなことしたらこんな目に遭うっていうのよ。それはリスナーが考えることなんだぜ。え？彼は彼女を愛したか？彼女は彼を殺したか？サンホラは極限まで解釈の自由が許される楽しいジャンルなんだぜ。そんな、正解とか公式見解とかはないの？ないのぜ。だからどんな人の考察も笑ってはいけないんだぜ。解釈は自由なのぜ。それにもちろん、考察しない自由だってあるぜ。何も考えない。ってこと？ああ、レボさんの音楽は、考察活動をしなくてもただ聴くだけでもあまりにメロディーが良すぎる、めくるめく物語が楽しいんだ。とりあえず流し聞きするだけでも、耳に残るフレーズが心を掴んでくるんじゃないかな。そっか。考察とか小難しそう、って敷居が上がってたかも。とりあえず聞くだけでもいいってのは気が楽ね。考えるのは慣れてからでいい。でも考え始めてからはすごいぜ。濃密な物語音楽に仕込まれた情報の数々、それらはお前をよりエキサイトな体験へと誘ってくれると思うのぜ。話を戻そう。エリシオン楽園幻想物語組曲は、ボーカル荒まり城による七色の歌声で、猛獣にも近い愛情がぶつかり溶け合う名盤だ。大敗ゴシック的な、反童話の世界観と言えるかな。楽園って何かしら？この不穏な感じ、絶対良いところではないわよね。ブルブル。いいぜ、レイム。早速考察してるのぜ。気になった人は公式 YouTube や各種サブスクサービスで気軽に視聴してくれよな。お次はマキシシングル、少年は剣を、だぜ。レイム、少年は剣を。このフレーズに聞き覚えはないか？グレンの弓矢の感想のところの、ドイツ語。当たりだぜ。少年は復讐に黒き剣を取る。この概念が初めて出たのがこの CD なんだぜ。争いと復讐の無情さを美しく歌い上げていて、進撃とシンクロする箇所もいっぱいあるのぜ。私これ、聞いたことあるわ。マットにされることも多い人気曲、終端の王と異世界の騎士だな。もう一曲も、激しい戦火を生き延びてしまった少年の方向の歌で、熱い曲調がかっこいいんだぜ。バランスよく、短めで、進撃とリンクする歌詞あり、サンホラ入門におすすめの一枚だぜ。イフスストーリー CD、ロマンは、フランスが舞台だぜ。生まれてくる前に死んでしまった。つまり水子だな。そういった存在の思念体イベールが、今度こそ僕が生まれてくるに至るロマンはあるのだろうかと各地の生と愛と死の物語を観測していく話だ。一応ハテナが入るのね。解釈の自由ってやつかしら。そうなのぜ。すまないな。これは左右のお人形ちゃんが可愛いわ。イベールの右手を取るのは死の人形、左手を取るのは生の人形、二人で生死を司っているんだ。この子たちは普通に協力者というか、良き存在っぽいけどな。なんだ、驚かせないでよ。でもまあ、裏テーマが嘘をついているのは誰だ。だから最終的には何も信用できないかもしれないのぜ。嘘つき探し、それは、ちょっとうずうずしちゃうかも。だよな。もしわかったら教えてほしいのぜ。ちなみに発売から15年超経った今でも定説とかないのぜ。ないの？サンホラジャンルは10年越しにメロディーの新発見や新説の提唱が起きて、Twitter 学習お祭りになることも珍しくないのぜ。超楽しいぜ。楽しいならいいか。離れていても、人々の喜びや悲しみには共通点があるのかもしれない。そんな綺麗で切ない物語音楽たち、気になったらぜひ聴いてみてほしいのぜ。ストーリーマキシ、聖戦のイベリアは、主に中世スペインが舞台だぜ。スペイン・ポルトガルのあの辺りが、イベリア半島だものね。あの辺りは歴史的に、何度も宗教戦争が起こっているんだ。戦火の中父も母も殺され、自らも流れ屋に当たり一体代だった少女が、君を生きながら得させよう。しかし、永遠の命となってしまうと手を差し伸べる炎の悪魔に出会う話だ。これもボーイミーツがあるじゃない？まあ、大意で言えばそうかもしれないか。炎の悪魔はさらに問いを繰り返す。君を害す者は全て退けよう。それは異教とか？同胞か？それとも争い、それ自体か？あら、難しい問いかもしれないわね。罪を憎んで人を憎まず、なんて実際のところは難しいだろうし。まさにその通りで、燃え尽くことのない争いの歴史を描きながら、曲はフェードアウトしていく。その様が、進撃の巨人の終わらない民族紛争とめちゃくちゃ被るんだぜ。あまりにイメージにぴったりだからか、進撃の季節コンサートでも演奏されていて、そのバージョンがめっちゃ、かっこいいのぜ。本当に？
それはきっと迫力満点ね。異国情緒あふれるサウンド、少女と悪魔、気になった人はぜひ聴いてみてほしいのぜ。シックススストーリー CD、ミラは、神代に近い、古代ギリシャが舞台だ。私、ギリシャ神話好きよ。ありがたいぜ。それじゃあ運命の三女神、モイラは聞いたことあるか？ないかも。大丈夫なのぜ、アルバム名運命の女神ということを念頭に置いてくれれば OK だ。この CD は生き別れの双子の妹を探し、いずれは悲運の別離と復讐に身を投じることとなる。少年エレクセウスの女子誌という形でストーリーが展開していくぜ。なるほど、女子誌とは考えたわね。そして、この CD のテーマは自由か、しか、運命の女神は戦わない者に、微笑むことは決してない、なので。あれ？わかってきたわ。ねえ、その考えって、エレンにぴったりじゃない？運命に抗え、戦え、って。名前まで似てるし、一度奴隷に落とされたところから復讐のため這い上がるところなんかも要素が似通ってるんだぜ。発売はどっちが先？進撃は2009年9月9日連載開始、進撃アニメは2017年4月7日放映開始、ミラは2008年9月3日リリースだな。そう、実はグレンの弓矢発表時に、サンホラーの多分8割くらいがミラを連想しているんだぜ。8割は言い過ぎなんじゃない？いや、特にグレンの弓矢ラッサビを聞いた人は9割ミラを連想してるんだぜ。もっと言い過ぎよ。宵闇に石を運ぶメイクの弓矢。このうち宵闇、メイクがサンホラで意味ある用語なんだ。マジで？ほとんどじゃない。中でもメイクがバリバリのミラ用語だ。なんせエレクセウスは、メイクの王タナトスの株を受けている少年だ。タナトスって、冷たい地底に住んでいて、人の死を司る的な。だからかしや彼のキャラクターカラーが紫なの？ご明察ありがとうなのぜ。だからグレンの弓矢ラッサビは、サンホラー向けのファンサービスだった可能性があるぜ。でも私、グレンの弓矢ラッサビは、ファイナルシーズンのエレンを示しているって考察、すごい良いなと思ってたのよね。もちろんそれも、好きな解釈を信じるのがいいぜ。その考察は私も面白いと思ったしな。こんなでもいいのね、安心したわ。折り重なる多声コーラス、どこまでも空間の広がるパイプオルガンにハープの音色、進撃曲に似通った怒涛の戦場サウンド。気になった人はぜひ聴いてみてほしいのぜ。そろそろ折り返しなんだぜ。次はプロローグ巻きし、井戸へ至る森へ至る井戸。プロローグの名の通り、次の第7の地平線の準備曲な位置づけだぜ。井戸って何なのかしら？井戸？それも諸説あるんだが、ひとまずフロイトにおける井戸、本能的衝動とでも説明しようかな。愛の衝動、恋の衝動、殺意の衝動、そんな話かもしれない。舞台は中世ドイツ。生まれてはいけなかった少女エリーザベト・フォン、ベッケン、生きていてはいけない少年メルツ・フォン、ルートビング。結ばれるはずのない二人、そしてその親たち。彼らを見守る3曲だ。エリュシオン楽園幻想物語組曲みたいに、大ハイラブストーリー的な感じなのかしら？個人的にだが、もう少しゴシックで、歴史味が強い感じかな。だけど戦術した通り、少年と少女の恋物語は必須だぜ。そして少年は帰り道、魔女狩りに遭遇し、そのまま母の待つ家へとたどり着いてしまう。そんな、お母さんの身が危ないんじゃ。レボロックサウンドの到達点、気になった人はぜひ聞いてみてほしいのぜ。続いてセブンスストーリー CD、メルヘン、戦術した通り、井戸から続いているのぜ。彼らの成長後が描かれているとか。母親と非業の死を遂げることになった少年は、井戸の中で恨みと恨みが醸されて青年になっていた。あの子のビフォーアフターだったの。まあそれも諸説あるが、生まれる前に死んでしまったイベールのように、念の集合体みたいなキャラクターは結構よくいるのぜ。なるほど、擬人化的存在とも言えるのね。黒い彼の名はメルヘン・フォン・フリートホフ、傍らの人形少女エリーゼを伴って、ほの暗い幻想ドイツの森を行く。この CD は超暗曲に表すならば、だが、本当は怖いグリム童話と言えるかな。一時期流行ったわよね。白雪姫、茨姫、俺のおばさんに出てくる正直者の少女、彼女たちに降りかかった悲劇を、メルヘンたちが喜劇に変える話だ。よくわからないわね。例えば？眠ってしまったお姫様のところへ王子様を誘ったり、かな。なんだか歯切れが悪いわね。この CD のテーマは復讐劇なんだ。だから、毒リンゴを食べさせたまま母にも、呪いをかけた魔女にも、お姫様たちが手ずから復讐を遂げる。わお。メルヘンたちは、悲劇に見舞われた7人の姫たちを回って復讐劇の手伝いをしてゆく。しかし最後の一人、そこで卓形に処されていたのは大人になったエリーザベト・フォン・ベッケンだった。
たっけーって十字架に貼り付けられるやつでしょ。エリザベト、何やっちゃったのよ。結ばれるはずのない二人の再会はなるのか？エリザベトが、復讐したい相手とは誰なのか？それはぜひ、自分の耳で確かめてほしいのぜ。さて、折り返しも終わってストーリーマキシ、ハロウィンと夜の物語。これは本当にそのまんま、ハロウィンがテーマな一枚だぜ。本当とか言って、サンホラのことだからまた何かありそうよ。そうだな。まずアイルランドのジャガイモチキンから話していいか？何それ、良くないわよ。それがな、ハロウィンには、飢饉に苦しんだアイルランドの人々がアメリカに移住する。アメリカでアイルランド、ケルトのお祭りが催される、今のハロウィンになる、という歴史があるんだぜ。そうなの？なんだ、勉強になったわ。生きるために職を変え、土地を変え、心情を変え、命を繋いできたアイルランドの男が、ハロウィンの夜、最悪の悲劇に出くわす。そんな彼の人生の歌。子供たちがハロウィンパーティーのお菓子集めにはしゃぐ歌。連載民でアメリカにやってきた彼の妹が、子供たちへと歌う歌。以上の3曲で構成されているぜ。この CD のリリース時期は2013年10月9日。グレンの弓矢自流の翼収録の自流への進撃リリースからわずか3ヶ月後なのね。確かに期間が短いな。しかし信じられないくらい完成度の高い一枚だと私は思っているんだぜ。どういうところがおすすめなの？音とメロディーのバリエーションがますます増えたように感じるな。一曲の中に、それこそめくるめくキャラクターの心情、その場の温度や明度なんかも伝わってくる。物語音楽って本当に楽しいんだぜ。ハロウィンってキャッチーだから、そこから気になった人が聞いてみるってのはありなのかしら？大ありなんだぜ。もしかしたら考察入門とも言えるかもしれないな。ちゃんとんって引っかかる気持ちよい服が用意されてるんだぜ。気になった人はぜひ聞いてみてほしいのぜ。次はサンホラメジャーで10周年のお祭りの最中にリリースされたシングル、行くぜ。どんとこいよ。アニバーサリーマキシ、バニシングスターライト。これはレボさんが異世界転生して、そっちの世界の青年を音楽プロデュースする話だぜ。ふざけてるの？転生は言い過ぎだけど、大マジなんだぜ。経緯は省くとして、あちらの世界に降り立ったレボは、屋上で一人星を見上げている青年ノエルにはわからないとある本、夜中の星を差し出した。そっか、宮沢賢治はこちらの作家だから、わからないのね。本当にそこから始まる物語なんだぜ。ついに自分のことも物語にしちゃったのね、レボさんは。まさにその通りで、ノエルにはもしかして平行世界のレボなのかと感じさせるような仕掛けがたくさん含まれてるんだぜ。過去のインタビューの発言がレボとそっくりだったりな。うわぁ、追いかけてるファンが気づくやつじゃない？とある本の存在もあり、思い詰めていたノエルは音楽活動を再開し、見事 CD をリリースするぜ。それがバンド、バニシングスターライトによるファーストシングル、夜中の星。あ、アルバムの名前とバンド名が一緒？ああ、実はこれは作中作なんだ。1曲目に夜中の星、2曲目にカップリング曲。3曲目がなんと15分超えとなる、レボプロデューサーとの出会いからの回顧録なんだが、ちゃんと歌詞カードも内部で別々になっていてゲイコマなんだぜ。別の世界からやってきた CD って思うと、ロマンがあるわ。たとえ地平が異なっていても、温かな愛は変え難い。気になった人はぜひ聴いてみてほしいのぜ。最後の CD、ナインスストーリー CD9。ナンバリングを飛ばしてない？第8の地平線はどこに行ったのかしら？さあ、どこに行ったんだろうな。とりあえずナインとは、ドイツ語で否定を表すぜ。不穏なタイトルね。一体何を否定しているのかしら？今までのサンホラ曲をだぜ。はぁ？霊夢も気づいてるはずだぜ。サンホラ曲には人で釣りが、あまりに多すぎる。まあ、でも、それも含めて人生の切なさ、美しさを感じるものじゃないの？いいや、そんなの許さないぜ。ピッピッピー。じゃあ、なんなのよ。こうして、この地平線からは病足や別離が消し去られました。それがナインなんだぜ。嘘、そんなのありなの？全く全部消し去られたわけではないけどな。じゃあ全部ハッピーエンド曲ってこと？それはやはり、リスナーに任せられているのぜ。過酷な旅で盲目となった詩人は眼病を患う前に助けられ、お嫁さんになってつつましやかな幸せを得たぜ。代わりに、旅に出た目的だった最も大切なものを見つけられなくなったがな。ああ、それで、いいの？生き別れの妹と無事再会できたエレクは、その後英雄としての役割を放棄して、二人きり生き続けたぜ。あ、これあれ、ス
尊厳破壊だわ。サンホラ局が尊厳破壊を受けてる。もうやめてあげて。いや、本人たちにとってはこれが幸せなのかしら。先ほど説明した、バニシングスターライトのノエルも、苦難ばかりだった人生を改ざんされそうになるぜ。すごいわ。サンホラキャラクターのアベンジャーズじゃない。改ざんされそうになってるけど。ノエルは改ざんにどう立ち向かうのか？そもそも、改ざんを行っているのは何者なのか？箱の中の猫は、生きているのか？死んでいるのか？気になった人は、ぜひ聞いてみてほしいのぜ。最後に最新作の紹介だぜ。セブンスポイントフィクス、8ポイントフィクスストーリー BD エマに願いを、プロローグエディション。あれ？さっき、最後の CD だって言ってなかったかしら？誰が BD がないと言ったんだぜ。BD、ブルーレイディスク。なんと今回の物語音楽は、物語の展開をリスナーが自分で選択していく仕掛けだ。レボさんの物語音楽は、ついに CD の枠まで飛び越えちゃったのね。プロローグエディションっていうのは？近日、フルエディションの発売が決まってるんだぜ。恐ろしいことに、フル版はプロローグ版の3倍ほどのボリュームなことが判明したのぜ。あともう一つ、第 7.5、もしくは 8.5 の地平線ってどういうこと？さあ、どういうことなんだろうな。意地悪で言ってるんじゃなくて、本当に我々も色々と考察中だからなんだぜ。まあ、わかったわ。内容の説明をしてちょうだい。エマに願いをは、リスナーには円盤を再生している間、とある神社の神として降臨してもらうんだぜ。降臨してもらうってあまり聞いたことのない日本語ね。っていうか、神社よね、私と同業者じゃない？ああ、おそらくノエルの地平線に次いで、現代日本が舞台となっているぜ。神となった我々は、エマに書かれた三慶人のお願い事を叶えてあげることができるんだぜ。それにしては巫女らしきメイン少女たちは、浮かばない顔をしているけれど。疑うのなら今すぐ YouTube で体験視聴ができるのぜ。体験。そっか、関連動画機能を使えばブルーレイディスクの選択画面を再現できるのね。霊夢なら母親の命と子の命どちらを取る？ペットの安楽死は？少女同士の恋の成就は？気になった人はぜひ今すぐ神になってみてほしいんだぜ。なかなか面白そうじゃない？新作の反則はいいの？数年ぶりの超大型新作ということもあって、ご新規さんには少しお値が張るんだよな。それと現代日本と地続きの様々な問題が題材にされてもいる。それは確かに、手が届く人に制限がかかってしまうかもしれないわね。参加している歌い手さん、奏者さん、声優さんも本当に豪華だけど、サンホラの世界に飛び込む覚悟を決めた人がや、とするような作品かもしれない。それでもまあ、軽率に買ってくれた人であっても楽しませる自信は、正直めっちゃあるぜ。まだ製品版を聞いてないのに、どうしてわかるの？実はブルーレイの発売に先駆けて、現在全国コンサートツアー中なんだぜ。プレミアム客席には投票用端末が配布され、演目がリアルタイムで選択されていく狂気の公演が行われているんだぜ。コンサート会場でリアルタイム集計、とんでもないことしてるわね。毎日が新曲だったり、同じ曲でも演出が異なっていたりファンは嬉しい悲鳴を上げているのぜ。もちろん新曲の物語音楽たちが、それはもうめちゃくちゃ良いのぜ。なるほどね。マリサ、解説ありがとう。というわけで今回は、リンホラサンホラの違い、サンホラ各版の紹介をさせてもらったぜ。リンホラもサンホラも、レボさんが心血を注いでいるプロジェクトなのね。マリサのサンホラ好きがよくわかったわ。サンホラの紹介ゾーンは想定よりも長くなっちまったのぜ。ごめんだぜ。それだけサンホラに歴史があるってことだと思うわ。ちなみに結局、一番のおすすめ版ってどれなのかしら？本当に人によって異なるとは思うんだが、個人的にはマキシシングル少年は剣を、が一押しだな。アルバムだと？それはもう本当に霊夢の好みで言ってくれなんだぜ。ドイツ語かっこいいからメルヘンとか、ジャケットが綺麗だからエリシオンだとか。きっかけは何でもいいし、好みのアルバムにたどり着くまで何度でも巡り直せばいいのぜ。わかったわ。せっかくサブスク解禁もされてるし、色々試してみるわね。この動画でリンホラからサンホラに興味を持ってくれた人たちともリンクできたら、それはとても嬉しいのぜ。もうすでにエキサイトすぎる体験だったけれど、ここから物語音楽の渦が私を待ち構えているのね。そうなのぜ。存分に楽しみに。さあ、行こうぜ。